世界一退屈な街カタール・ドーハ。名前を聞いてもピンとこないし、かろうじてサッカーワールドカップのドーハの悲劇という言葉だけ聞いたことがあるような国。一体何があるのか、どんな街なのか、ご飯は美味しいのか、ぶらっと歩いてみようと思います。ドーハは日本から1万4000キロ離れた場所にあり、マイナス6時間の時差があります。直行便はあるけど高いので、トランジットで飛行機で乗り換えていくのがおすすめ。朝9時半に成田を出て5時間かけてフィリピンに到着。そこで4時間のトランジットを過ごして夜23時40分にドーハに到着。結構行くのが大変。飛行機から降りてバスで建物まで移動。間違えて入国ではなく乗り継ぎの方に行ってしまうトラブルがありましたが、無事入国できました。中東は Uber が使えるのでタクシーを呼んでホテルに直行。今回インターネットは事前にホラフライというサービスを契約したので、スムーズにネットを使うことができました。ホテルはトリップ .com を使ってホリデービラホテル&レジデンスシティセンタードーハというホテルを2日予約しました。バスタブがないけれども年末はどこも高いので価格重視で選びました。夜も遅くなったので今日は肉寿司をしてお風呂に入って就寝。明日から観光したいと思います。おやすみなさい。ドーハ1日目は朝7時に起床。ホテルの朝食から1日をスタートします。メニューはフムスというひよこ豆のペーストやタブーリというパセリや玉ねぎをミックスしたフレッシュな野菜たち。フムスもタブーリもレモンのような酸味系のさっぱりとした味付けで、時差ボケをした体をリセットしてくれました。中東イコールスパイスが強めな印象があったけど、今のところご飯ライフは楽しめそうな気がしてます。果物はどこに行っても間違いなく美味しい。スイカ、パイナップル、メロンを食べてエネルギーチャージ完了。観光に向けて出発です。ここでカタールの基本情報を簡単にチェック。カタールは人口320万人の国で、静岡県と同じぐらいの規模。面積は秋田県くらい。人口のうち 90% はインドやバングラディッシュなどの外国人で、純粋なカタール人は実は 10% ほど。しかも首都のドーハにはほとんどの人が住んでいて、沿岸部に観光地が集まっている感じ。首都周辺を離れると砂漠が広がっている面白い国なんですよね。そしてドーハの6つの面白ポイントをまとめてみました。はやぶさ専用のパスポートがあったり、川がなかったり、空港に7億円の巨大クマのアートがあったり、山がないね、平地だったりね、昔は真珠で栄えていたり、夜道を歩けるほど安全だったりね、ほんと知れば知るほど面白い国カタールなんですよね。そうこう話しているうちに一大観光名所のオールドポートに着きました。オールドポートは一言で言うとパステルカラーのサントリーニ島です。ドーハの古い港を再開発し、2022年のワールドカップに合わせてオープンした新しい観光地なんですよね。コンセプトはかつての漁港や貿易港の歴史をリスペクトしつつも、現代的なデザインで蘇らせた場所らしいです。多分ね。雰囲気としては高層ビルが立ち並ぶエリアとは対照的で、低層の建物が続いていて、海風をね感じながら歩けるリラックスした空間になっているようです。このエリアは伝統的なスークとか近代的な高層ビルとは全く違うポップでなんか可愛いドーハっていうね、そういうのをね象徴している場所かなって思いました。ドーハの街は基本的に砂漠に馴染むベージュとか白、もしくはガラス張りが多いんだけども、なんでここだけカラフルなんだろうね。でこれいろいろ調べていくと、多分なんだけれども、海へのオマージュっていう感じで、伝統的な漁村の風景を再現しつつも、海の色の青とか夕日の色オレンジとかピンクとかを建物に投影していると言われているらしいです。であとは日差しの緩和として、強い日差しをパステルカラーが柔らかく反射して視覚的にも涼しげに見せる効果があるらしいです。はい、ということで見てください、このガラガラの通り。実はこれ金曜日の午前中の様子なんですよね。張り切って朝から来てみたんですけれども、まさかのお店がクローズ。
そう、ここカタールなどのイスラム圏では金曜日は安息日っていう風に言われてるんですね。特にお昼の集団礼拝ジュムアが終わる午後1時頃までは街が一旦お休みモードに入るらしいんです。知らずに来ちゃったけども、誰もいないこの景色を独り占めできたのはある意味ラッキーだったかもしれません。出迎えてくれるのは猫ちゃんだけですね。かわいい。それでも十分オールドポートに魅力があることがわかると思います。待っててもお店は開かないので、次の観光地スークワキーフに移動しようと思います。はい、ってことでここからはタクシーで移動しようと思います。さっき真珠で栄えたっていう風に言ったんだけども、これね、真珠のなんかモニュメントみたいなものがあったりで、その近くにはダウ線っていうね、渡り船があったりしてね、結構雰囲気のいいところがあるんですよね。でそこから地下を通ってぐーっとね歩いていくとスークワキーフに到着します。結構このエリアね、古めかしい雰囲気があるんだけど、単に古いだけじゃないんですよね。かつて遊牧民たちが交易を行った場所を伝統的なカタールの建築様式である土壁や木材を使って徹底的にリノベーションした場所なんですって。近代的な高層ビルが立ち並ぶドーハであえて残されたこの土色の景色、ここは急激に発展するカタールが自分たちのルーツとかアイデンティティを守ろうとする心の拠り所なのかもしれないですね。でさっきから見ていてわかると思うんだけども、このエリアね、ほんと鳥が多いんだよね。で僕ね、ゆっくりね動画撮りながら歩いてたら、なんと頭に糞を落とされて、最悪。今鳥に糞を頭にされた。ふざけんなこいつ、くっそー。まあでもそれもまた旅行のスパイスだよね。気を取り直してスークワキーフを散策してると、どの路地に入ってもイスラム圏の異国情緒漂う雰囲気で、ただ歩いてるだけなのに楽しくなってくるんですよね。多分地元民からしたらなんてことない通り道なんだけどね。例えば上の辺りに住んでる人からすると、雷門周辺はよく知った場所で特別感動は薄いかもしれないけども、観光客からしたら赤い巨大な提灯があったり、人力車を見て感動して写真を撮りまくったりするんだよね。知らない場所に行って出会った景色に感動するのは人類皆共通の気持ちなんだなって、人間にエモさを感じました。それにしてもスークワキーフには野良猫なのか地域猫なのか猫ちゃんがたくさんいてかわいい。これも旅の甘いスパイスになってます。そして忘れちゃいけないのがアザーンというお昼のお祈りです。スピーカーで街中に響き渡る声でお祈りの言葉が流れてきます。街中で急に座り込んでお祈りをしている人はいなかったけど、別日にモスクに行った時には働く人が手を止めてお祈りをしてました。響き渡る声に耳を傾け、目を閉じて街の風を感じる。ドーハの日常の中で非日常を感じるエモさをかみしめていると、お腹が空いていることを思い出したので、 Google 評価が高かったコスパ最強のお店に行っていました。今回はアボシャリハレストランという場所で Google 評価 4.4 の人気店に行ってみました。店がオープンする5分前に行ったのに店内は超満員。ギリギリ入り口近くのテラス席に案内してもらえてラッキーでした。メニューはイラストがないのでどんな料理か分かりにくいけれど、中東料理といえばフムスしか知らなかったのでフムスを頼むとして、メインはサンドイッチのノーマルバージョン、そしてドリンクはコーラにしました。注文してから5分くらいでささっと料理を持ってきてくれました。来た来た、うまそう。フムスとサラダ、これか付け合わせかな。でラップサンドイッチとなんだこれ、パンか。パンは手で食べる感じだけどおしぼりがない。日本だと当たり前のように持ってきてくれるけど、そうじゃないのがカタール。こういう取るに足らないちょっとしたことだけども小さな違いを体験するのが地味に面白かったりしますよね。サラダを食べるフォーク類がないので持ってきてもらったけども、おそらく手で食べる感じだったのかな。年末に一人ドーハでフォークを頼む日本人男性に対しても
店員さん快く対応してくれて、潤っている国カタールの人の優しさを感じました。まずはサラダから食べていきます。黄色い野菜は人参、かぶ、どんな味がするかね、ちょっと想像つかないね。一口食べたら酸っぱいピクルスのような味でした。さっぱりしてて結構酸味強めで口直し的な感じなのかな。ドーハの夏、暑い時期とかだとこの酸っぱさが夏バテ防止にも効いて身に染みていいんだろうなって思いました。次はブリトーのようなサンドイッチをいただきます。結構重量感があります。このサンドイッチも酸味が効いてて、これ中に入ってるのサウザンドソースなのかな。お肉や野菜が詰まっていてボリュームも満点。これ1本で結構お腹にたまるのに値段は214円。価格破壊が起きてますね。そしてフムス、中東料理といえば思い浮かぶことが多い料理ですが、正直ね食べ方が分からなかったこともあって最初にねスプーンもらってました。スマホで調べてみるとパンにつけて食べるものだと知って、だからスプーンやフォークがなかったのかとね後から分かりました。食べてみるとこれもまた酸っぱい。ドーハの人は酸味が大好きなのか全部の料理が酸っぱくて健康的な料理やなって思いました。クリーミーでマイルドな見た目してるのにもかかわらず味がねがっつり酸っぱい。見た目とのねギャップがすごい。期待が裏切られるほど旅の楽しさって増していくよなって、これぞ旅のね真骨頂なんだなって思いました。そこそこの量を食べてねお腹も結構満たされたのにもかかわらず価格はなんと1000円。スークワキーフ周辺では結構ねコスパのいいお店だと思います。食後は涼しさを求めてショッピングモールへ移動。タクシーから眺める街並みもずっと見ていても全然飽きない。真新しい景色を見てるだけでめっちゃ楽しいです。ってことでショッピングモールに到着。雰囲気的にはお台場にあるヴィーナスフォートみたいな感じ。強烈な個性を持つ街中と比べると少し退屈に感じてしまうのも本音。ってことで日も落ちてきたのでもう一回ね熱気の中に戻っていきましょう。夜のスークは昼とは全く別の顔をね見せてくれるんですよね。ランドマークの真珠記念碑周辺は記念撮影をする人でごった返してます。海にはサイバーパンクのような輝くダウ船。どこを見渡しても楽しそうな観光客と地元の人々の笑顔。正直ね年末のこの圧倒的なハッピーな空気に一人旅の身としては少しだけ圧倒されそうになりますね。はい、というわけで晩ご飯ですけども、年末のにぎわう観光レストランに一人で飛び込む勇気が出ず、結局ねフードコートに逃げ込みました。選んだのは世界のケンタッキー。知ってる味への引力がすごい。日本より衣がスパイシー。味が濃いけど嫌な感じじゃないし、むしろね暑い国にはこれぐらいがねちょうどいいのかもしんないね。せっかく来たんだったら伝統料理を食べなきゃなんてルールなくてもいいって思うんですよね。地元の家族連れに混じって彼らが普段食べているものを食べる。これもまた飾らない地元の暮らしに触れる旅の形ですよね。ってことでご飯を食べてエネルギーチャージしたのでまたね散歩に出かけたいと思います。熱気のあるスークから近代的なベイエリアへ。同じ国とは思えないほどここは静かで洗練されてます。日本なら凍える季節ですが今のドーハは夜も暖かくて散歩に最適。こうして座っていると不思議な感覚になります。背中には高くそびえるカタール国旗で彩られたビル。ただその隣には取り壊し中の廃墟なのか成長する街の陰で夢あぶれた悲しい現実が見え隠れしていたり、目の前の海の向こうには200年以上前から続く街並みがあったり、古き良きものを守りつつ傷つきながら成長する、そんなカタールの意志みたいなものを感じる夜でした。というわけで今日の観光はこれくらいにして明日に備えたいと思います。2日泊まったホテルをチェックアウトし、街並みを見るために徒歩で最寄り駅まで30分ほどかけて歩いていくことに。ホテルのすぐそばにも猫好きにはたまらない街だなって思いました。
ちなみに猫にも狂犬病の可能性があるんで、触るときには気をつけましょう。ホテルから駅までの道を歩いていて思ったのは、歩行者と全然すれ違わないこと。移動は車が基本で、歩いているのは観光客や仕事中の人くらいでした。工業エリアの通りを歩いていると、現地で暮らす人々の生活ぶりが垣間見えました。工事中の人、アパートの入り口に止められた自転車、修理工場、散髪屋さん、ゴミ箱、掲示板のチラシ、剥がれ落ちた壁面。旅行していて思うのは、こういったローカルエリアにこそその土地の本当の魅力がね、隠れていたりするんですよね。ホテルの最寄り駅から電車に乗って向かったのはカフェミーシュミータイムカフェです。ミータイム、自分だけの時間だなんて、まさに一人旅のためにあるようなカフェですよね。美味しいカフェラテで目を覚ましながら今日の作戦会議です。ドーハは残り今日1日、限られた時間、どこに行こうか本気で迷いました。中東ならではのラクダのレース場で熱狂するとか、それとも世界的な美術館でアートに浸るとか、どれも魅力的だけども、今回のカタール旅の締めくくりとして一番大事にしたいのは、やっぱりカタールの文化そのものを肌で感じること。そう決めて選んだ目的地はモスクです。2カ所有名なスポットがあるので順番に巡りたいと思います。1カ所目はモハメッド・ビン・アブドゥル・ワハブ・モスクです。ってことでモスクに向けて出発しましょう。カフェで一息ついた後はタクシーで移動。やってきたのはカタール最大級のモハメッド・ビン・アブドゥル・ワハブ・モスクです。どうですか、この圧倒的な存在感。まるで砂漠の要塞です。入場料はなんと無料。ただし入り口は男性用と女性用に分かれてます。これね、差別とかじゃなくて、異性を気にせずに神様への祈りに集中するために分かれているらしいんですね。はい、イスラム教の神聖な場所ならではのルールですね。一歩中に入ると空気が変わりました。ものすごく荘厳です。柱の彫刻や壁の幾何学模様、派手な装飾はないけれども、どこまでも続く回廊と計算し尽くされたデザインが本当に綺麗。ちなみにこのモスク、大小合わせて99個ぐらいのドームがあるらしくて、それらが熱を逃がすという役割も持っているそうです。昔の知恵と現代の技術が詰まってるんですね。で、これなんで99個かっていうと、イスラム教におけるね、アッラーの99の美名、つまり99個のいい感じの別名というか、相性があることにちなんでるらしいんですよね。そしてイスラム教は仏教の仏像のように偶像崇拝ね、これ禁止してるんで、人物とか動物の絵は一切なくて、文字と模様だけでね、この美しさを表現してるんですよ。すごいですね。想像力が本当に豊か。放送が始まりましたね。これがアザーンですね。はい、お昼のお祈りの時間です。驚いたのはね、ここからなんですよ。はい、さっきまで掃除をしていたスタッフの方や外で作業をしていた人たちが手を止めて一斉にね、モスクの中に入って集まってくるんですよね。仕事よりも祈りが優先される世界。このね、光景を見た時に、これ遠くの国に来たんだなってね、実感しました。ということで十分に堪能できたので、次はドーハの最終観光地カタラモスクに行こうと思います。ちなみにこの日はドーハ最終日なので荷物を全部持ってるんですけども、カバンは機内持ち込みができるようにパソコンを除いて 7kg 以内に収めたので、意外とね大変ではなかったです。カバンのパッキングはこだわりと戦略を突き詰めたので、需要があれば動画化したいと思います。気になる方はコメントいただけると嬉しいです。では次の目的地に向かいたいと思います。さて到着しました。ここがカタラ文化村です。ここは一言で言うと、カタールの伝統と芸術が詰まったテーマパーク。古い建築様式を再現したエリアや最新のアートギャラリー、そしてビーチまである複合施設です。さっきのグランドモスクが祈りのための静寂な場所だとしたら、ここはもっとオープンでエンタメ要素も強い文化の発信地って感じですね。そしてここでのメインディッシュがこちら、カタラモスクです。どうですか、この色
さっきのモスクは砂色の要塞って感じだったけども、こっちはねもう鮮やかなターコイズブルー、別名ブルーモスクとも呼ばれてます。ベージュの街並みにこの青だけ浮き上がって見えて、とんでもなくねもうフォトジェニックな感じになってますね。素晴らしい。そしてカタラモスクのすぐ隣には穴だらけの奇妙な形の建物、これねハトの塔ピジョンタワーというそうです。実はこれ伝統的なハトの飼育小屋、昔の人はここでハトを飼ってその糞を集めて肥料にしていたみたいですね。スークワキーフではね糞という名の空爆に怯えてましたけども、ここではねちゃんと資源として活用されているんですね。奥に進むとなんと突然これローマ帝国っていうね感じの場所があるんですね。はい、ここは巨大な円形劇場アンフィシアターがあるんですね。ここではコンサートやイベントが行われるそうなんですけれども、誰もいない時にね真ん中に立つと RPG の主人公になったような気分になれそう。いつだって人生の主人公は自分自身。この旅も自由気ままに歩いてきたけども、振り返ると思い出がいっぱいあります。すぐ目の前はドーハ湾のビーチ、伝統的な塔と古代ローマ風の劇場、そして近代的な海沿いの遊歩道、時代も国もミックスされたこの不思議な空間が旅の締めくくりとしてふさわしいんじゃないかなって思いました。ということで最後の観光地を後にして空港に向かいます。さすがにタクシーだと高いので最寄り駅までタクシーで行って、その後は電車で向かおうと思います。はい、空港に着きました。3日前にドーハに着いた時に見た7億円の黄色いクマがお出迎えをしてくれました。そしてスタバで遅めの昼食。次の目的地はドバイのアブダビです。フェラーリの遊園地や荘厳なモスクなどが見どころです。名残惜しいですけども、ドーハの旅はここでおしまい。ここまで見ていただいてありがとうございます。これからも国内外の旅動画を上げていくので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。